確かに今瞑想の話してて、僕フローはすごい好きなんですけど、脳みそを稼働させない時間っていうのを大事にしてるんですよね、っていうのは瞑想としてはすごくいいかなと思って。ただ大目してる時ってあれ逆に脳みそフル活用してるんだよね。いや本来は何も考えないでやるんですよ。何も考えないのかな。何も考えないっていうか、とにかくご本尊に身を任すっていう感じでやるんだけど、その時にね勝手に湧いてくるんだって。こんなことやったって無駄だよとか、はいはいはい。なんかそういう間が襲ってくるから、その時にマット見破ってそのまま間をさあ声で呼んで、そのままご本尊にぶつけていくって感じ。力抜いたまま。なるほど。だから瞑想なんですよ。マッポにおける瞑想。そうね、確かに瞑想で釈尊が悟ったんでしょ。マッポにおける瞑想ですからね。なるほどね、そういう解釈ね。疲れる方向じゃないんですよ題目は。力抜くんですよ。で疲れが取れる題目っていうかね。疲れが取れる題目か。ちょっとその境地まだだな俺。とにかく身を任す。本当に何も考えてないのに待って襲ってくるんで、その時に間と戦う、間との戦い方っていうのは来るなじゃないんですよ。さあ来いなんだよね。もう力抜いたままでいい。マインドをさあ来いってして自分を通してご本尊にぶつけていく、でご本尊が勝手にその間をね処理してくれるっていう感覚なんですよ。はい、なるほどね。俺みたいな凡夫には倒せないほどの強い間が来たりするわけです。その時にご本尊にぶつけていく。これ、ご本尊にぶつけるっていうのがバチ当たるんじゃないかみたいなことを思う人が多いかもしれんけど、いや、本来そのためにご本尊って表されてるんで、全部受け止めてくれるんで。なるほどね、全部受け止めてくれると。では今回小本前回は、星とか月とかを引き上げるのではなくて、空を見て一番輝いている太陽を引き上げろということですよね。そうね。でその太陽を引き上げると結局我々の生命状態がどうなっていくのかっていうことが一番大事で、太陽を上げても別に幸福にならんかったら、上げる意味ないじゃんってことになるわけだけど、太陽を上げるとどうなっていくのかっていうね、実界にどういう変化が起きてくるのかっていうね、でその実界論って今までも勉強しましたけども、この授業本でこれからまた改めて実界論を詳しくやっていくんだけど、ここを理解したらもう実界論クリアですわ。実界論を学ぶやつの、最終のところというかね。こんだけ下手上でのもう一回実界論っていうところが、そうまた入り方が違うのかな。そう今までのは理論的に聞いたみたいな感じですよ。ここからがこう事実上ものにしていくための勉強になってくるというかね、即生活への段階に入ってくる。いいね。いきましょうか。はい。実界論上、幸福の追求、悪と戦った分だけ境外が拡大。斉藤、これまで受領本で明かされた釈尊の本因本願について語っていただきました。読者の方々から日蓮大聖人の太陽の仏法がどれほど深く広大か、永遠の生命感を持った人生がどれほど素晴らしいか改めて実感しましたという声が寄せられています。池田、私どもは無常道の人生を生きているのです。それを自覚するかしないかです。仏法は何のためにあるのか。それは万人を幸福にするためにある。万人に大歓喜の境外を開くためにある。トルストイは綴っています。喜べ、喜べ。人生の授業、人生の使命は喜びだ。空に向かって、太陽に向かって、星に向かって、草に向かって、樹木に向かって、動物に向かって、人間に向かって喜ぶがよい。人生の使命は喜びにあり。これが大文豪の一つの結論であった。その本義を知っているのは私どもです。法華経こそ歓喜の中の大歓喜を開く経典なのです。遠藤、釈尊が菩提樹の下で開いた境外というのも何者も遮ることのできない大歓喜の境外だったのですね。池田、その通りです。至上昇格というと何かいかめしく感じるけれども、わかりやすく言えば菩提樹の下で悟りを開いた瞬間、釈尊の胸中には歓喜の中の大歓喜の太陽が3000と昇ったのです。一旦これ切りますけど、悟りを開いたって言ったらなんかこうね、ボーンってなった、無になったみたいな感じのイメージがどっかありがちだけどもっていうことですよ。実際には菩提樹の下で、その悟りっていうか悟りとは思ってないですよね。もう歓喜の中の大歓喜が溢れてきたっていう感覚の嬉しそうな釈尊の顔を思い浮かべてくださいってことですよ。それが悟りの本当のイメージっていう感じですよ。でこの感覚なんだっていう感じで、これを悟りっていうんだっていう順番ですよね。プラスでこれトルストイの素晴らしいなんか
歓喜の中の大歓喜をし表すならまさにこんな感じかなって感じもしますが。分かりやすいですよね。人生の使命は喜びだ。確かにそりゃそうだよねっていう。すごいね。でもその喜びっていうものが結構多様性じゃないですか。大前提そこが言語化できない人が多いのかなっていう気もするけど、でもなんかすごく理解できる。この喜びってなんか展開とは違う感じがしますか？違うだろうね。楽しいとか嬉しいとかじゃなくて喜びって書いてあるとこがまたミソなんじゃないです？なんかほんと深い震えるような喜びというか、なんかそんな感じがしますよ、このトルストイさんの。トルストイがその感覚になってたっていうのもすごいけどね。確かに。何故？教えてくれって感じだけど何があったのかな。トルストイが有名になったのがやっぱこの歓喜を表現できる心境にあったっていうのと、表現できる語彙力があったっていう、基本的にはその歓喜を感じてたっていうところで、この世界的に有名な文豪なんでしょうね。なるほど。っていうので池田先生も共感を感じてたっていうかね。よく引用されますよね、トルストイの。やっぱ歓喜がすごいんじゃないかな。言語化されてるっていうので伝えやすいのかな、使いやすいというか。トルストイを見たら歓喜が湧いてくるっていう感じの、元気が出てくるみたいな感じの文が多いのかなっていう感じしますよね。そうね。これは過去の人たちの歓喜の表現の仕方ですが、我々は我々でまた表現せなあかんない言うて、まずは歓喜を感じるところからなんですけどね。そうね、結局は。壮絶な的の闘争。須田釈尊が悟りを開いたとされるブッダガヤには私も訪れました。経文にガヤ城を去ること遠からずとありますが、現在のガヤ市街、インド東部のビハール州から南方へ 10km ほどのところです。ガヤの町の近郊で釈尊が醸造したことから、後にここはブッダのガヤ、ブッダガヤと呼ばれるようになりました。遠藤菩提樹という木の名前も釈尊の浄土にちなんで付けられたものです。もともとはアシバッタ樹と言われ、不死を観察するところとされています。知恵の木として尊敬されています。釈尊が座ったこの菩提樹は後に仏教徒によって各地に株分けされていったようです。現在ブッダガヤにある木はかつてスリランカに株分けしたものを再度株分けし直したものだそうです。池田、私も行きました。会長になった翌年、この仏教発祥の地に行った。そして大聖人の仏法の仏法聖観を誓いつつ、三大秘宝章の写本や記念の石碑を埋納しました。斉藤、今その誓い通り、インドはもちろんアジアへ、世界へ大聖人の仏法は広まりました。釈尊の仏法がアジアに広まるのに何百年、千年とかかっていることを考えると、後世の歴史家は奇跡と驚くでしょう。池田、諸君も続いてほしい、続くべきです。ともあれ釈尊は人類を救う闘争をこの地から開始した。ブッダガヤで悟りを開いた釈尊の精神闘争とはどんなものだったのだろうか。遠藤、はい。それ以前、釈尊はすでに下道の苦行を実践し、欲望を断滅した境地に立っていたとされています。しかし釈尊は苦行では本当の幸福の境界は得られないと分かって苦行を捨てました。須田、欲望の世界も捨てた。苦行も捨て去った。では釈尊は一体何を求め、何を悟ったのでしょうか。池田、そこに重大な意義がある。釈尊が追求したのは人間の幸福です。万人にとっての本当の幸福の道はどこにあるのか。欲望に身を焼く人生では人間は幸福になれない。苦行に我が身を痛めつける人生でも幸福になれない。生命を燦然と輝かせる中道の道を求めて彼は修行したのです。須田、菩提樹の下で釈尊は結跏趺坐、足を左右のももの上に重ね座ることのまま7日の間瞑想したとされています。池田、瞑想というと穏やかな印象を持つが、そんな生優しいものではない。的の壮絶な闘争です。釈尊は宇宙に美満する生命の破壊者と対峙し戦い打ち破ったのです。その時不幸という名の闇は破れた。斉藤、仏典には魔が巧妙に釈尊に迫る様が綴られています。悪魔ナムチが釈尊に近づきこう囁くのです。お前は痩せ細り顔色も悪い、まさに死に瀕している。
このまま瞑想を続ければ生きる望みは千に一つもないと。確かに修行の果てにご達がある保証は何もありません。尖閣の道ゆえに誰も先は知らない。死んでしまえばそれこそ幸福の探求も不可能になる。池田。しかし釈尊はギリギリの淵で的見破り高らかに叫んだ。悪魔よ、恐れる者はお前に敗れるかもしれぬが、勇者は勝つ。私は戦う。敗れて生きるよりは戦って死ぬ方が良い。この瞬間魔は退散した。そして明け方近く、東の空に明けの明星が輝き始めた瞬間、ついにご達した。仏法とは的の闘争なのです。的の戦いを離れて悟りはない。歓喜はない。人間革命はない。仏法はない。命を懸けて的を戦わなければ仏にはなれないのです。いやー、素晴らしいことでございます。いわゆる瞑想って言ったら穏やかな、なんかリラックス無みたいな感じのイメージかもしれないですが、そうじゃなかったんですね。そうね。もう古神ですごい戦ってるわけだ、的。瞑想難しいですからね、あれ。なんか一時流行ったじゃないですか。流行ったっていうか、結構いろんなね、社長さんだとかそういうのがやってるからいいよみたいな。禅的なことでしょ。そういろんな煩悩が湧いてくるよねって。だからいわゆるただ目つぶって背筋伸ばして、結果不座すればいいっていう、そのね末法のやり方がきついんですね、これ。まあなんていうかな、闘争がなかなかできないですよ。だってまず眠気っていうね、睡魔っていう間が襲ってきますやん。間がついてるわ。睡魔って間なの。それが来た時にそのまま寝るやん。寝る全然寝落ちするもん。ほんでバーン叩かれるけど、あれと戦うっていうか格闘をなかなかしようとはなかなかならないっていうか。寝りゃいいじゃん、疲れてんでしょって。ダメだ、これ悪魔のささやきやな。そう普段疲れてるから、今だけ寝なよとか、お腹空いてるんでしょ、今日何食べるみたいな感じで食べるもんとかばっか考えちゃうわけですよ、これ。あるよね。呼吸に集中しなさいとかあるじゃないですか。やったけどなかなか難しいよね。おかげでなんか変なスキルついたもん。気絶するっていう、パワーナップとかあるじゃないですか。ちょっと15分だけお昼寝落ちするのがいいよとか。あれ確かに僕好きなんですよ。脳みそすっきりするから。昼寝した方がいいっていうね、パフォーマンスが良くなるって。だってなんか変な特技がついちゃって、カーンとちゃんと寝てるんだけどもちゃんと起きれるっていうか。決めた時間に。そのスキルは昼休憩にはめちゃくちゃ役に立つの。昼休憩にはめっちゃいいやん。午後のパフォーマンスが良くなるから。だかしかしってとこね。ただ境外が変わってるかっていう話じゃないからね、それは。歓喜の中の大歓喜っていうものを、いや寝れてすっきりしたっていう気持ちはあるかもしれないけど、そこじゃないんですよね。そうね、あくまでハウトゥー感があるなっていうイメージ。気絶するというスキルと、あとアメリカ軍のネイビーシールズが使ってるボックスブリージングっていう呼吸法があるんですわ。あれでその緊張する前だとか、そういうプレゼンの前だとか、そういう時にこうなんかこう心拍を落ち着かせるっていう、そういう風なスキルはねついたかな。それを換気に変えていくために今勉強してんだけど。でもやっぱ瞑想っていうものの最終的なところはこういうところなんだけど、それがやっぱ理解しづらいからね。そうね。だからとりあえずモノマネするんですよ。結果札したりとか、なんかまあ初期段階ですね。そうね。瞑想の初期段階。俺もやったことあるよ。背筋伸ばして、何でもいいからワードをねずっと繰り返すみたいなやり方があるんですよ、心の中で。試してみようと思っても試したことありますよ。20分でやるんだけど、確かにすっきりはする。疲れが取れるというか。そうね。それ何でもいいんだったら絶対南無法蓮華経の方がいいっていうか。例えば何でもいいんだよ。シムダルとかさ、なんかそういうなんかいろんななんかあるんです。疲れが取れたっていうのがでも続かなかったの、俺的には。なるほど。背筋伸ばしてファーってやるのは、背筋伸ばしてるだけで疲れ取れるんですよ。20分の目つぶって。そうね。あるかもしれない。確かに今その瞑想の話してて、なんつうんだろうな、僕風呂はすごい好きなんですけど、脳みそを稼働させない時間っていうのを大事にしてるんですよね。っ
っていうのは瞑想としてはすごくいいかなと思って。ただ題目してる時ってあれ逆に脳みそフル活用してません？いや本来は何も考えないでやるんですよ。何も考えないのかな。何も考えないっていうか、とにかくご本尊に身を任すっていう感じでやるんだけど、その時にね勝手に湧いてくるんだって。こんなことやったって無駄だよとか、はいはいはい。なんか時間の無駄だからもうやめちまえとか、もうなんかそういうね、間が追ってくるから、その時にマットを見破って、もうそのまま間をさあ声で呼んで、そのままご本尊にぶつけていくって感じ。力抜いたまま、なるほど。来てる間をそのまま受け流すじゃないけど、間をマット見抜いてね、で見抜けないと確かにこれやっても無駄だわってなって、もう言語をやめちゃうっていうね、これが大抵の方向に行っちゃうんだけど。なるほどね。だから瞑想なんですよ、簡単に言うとね。これ今瞑想って言ってるけど、マッポにおける瞑想とも言えますよ、これは。そうね、確かに瞑想やん。瞑想で釈尊が悟ったんでしょ。マッポにおける瞑想ですからね。なるほどね、そういう解釈ね。また大木像が深まってくると思いますけども、いきなりこんなこと言ったってね、山本君は瞑想を経験してるから、今入ってきたかもしれないけど、今こういうただご本尊に身を任せてやってくる間をまとめ抜いてとか言っても難しいって思っちゃうから、初めての人はね。はい、スピリチュアル始まりましたそうそうなっちゃうから、まず入りとして挑戦しやすい指導の仕方というか、ガイドの仕方としては目標を明確にして、目標を達成するイメージを持ってとかさ、なんかそういう感じで題目すれば叶うよみたいな、なんかそういう感じで始めるじゃん最初は。その方がやりやすいからです。まあそうだよね。俺のいつも教えてる後輩も言ってたけど、題目する時に目的を持って題目して、なんかずっとそのことを考えてるっていうこと言って、逆に疲れるみたいな感じになっちゃうみたいなさ、そうじゃなくて力抜くんですよ。で疲れが取れる題目っていうかね、これが正解ですよ。これ疲れが取れる題目か。ちょっとその境地まだだな。意外とそういうふうに題目できている方はどれぐらいいるんでしょうかってなるわけですね。で逆に疲れる題目してるから長く続かないんですよ。もう力が取れていくから別に1時間だって何にも苦じゃないし、リラックスタイムになってるね。そうてか50分ぐらいだとちょうど、いつもこの習慣的には50分ぐらいがめちゃくちゃちょうどいい感じなんだけど、で50分やるとちょうど力抜けて本当気分が良くなってくる感じから、あと5分とかやっとると1時間ぐらいになるみたいな感じだから、もう5分とかやって勝手に増えてったっていう感じだからね俺は。なんか頭で増やさないといけないとか疲れる方向じゃないんですよ題目は。なるほど。確かに結果を求めがちな、そういう指導する人多いですよね。入り口なんだよね、方便というか。どうだろう、僕はなんつうんだろうな、その結果を求めるというよりは、もちろんその悩みだとか問題解決とかいろんなことはあるじゃないですか。悶々としながら題目かけるとか、なんかこう自問自答というか、自分に対して質問をどんどんしていくみたいな。問答してんの？問答してるイメージ。ここってこうなの？そうだよね。でもそれもすごいけどね。ってなると、なんかこうおのずとこう回答が出てくるじゃないですか。とかその質問自体がなんつうんだろうな、その分からないことだったりすると調べるという行動になっていくし、これやってみよう、あれやってみよう、ここが分かってすっきりしないからじゃあこれを明日やってみようかとか、なんか行動につながるんで、そういうなんか僕は本当問答してるようなイメージ。とどのつまりのこと言いますけど、問答しながらの題目だって効果あるんですよ。もうなんていうかな、もう題目っていうことをしてる時点でも上がってきてるから。けど考えないといけないっていうふうな思う題目も違うよってことです。そうね、あんまり深く考えてはね、考える題目も大事、考えなかったらダメなんじゃないか、罰当たるんじゃないか、そんなことはないんですよ。身を任せて、とにかく身を任す。本当に何も考えてないのに待って襲ってくるんで、その時に的との戦い方っていうのは来るなじゃないんですよ。さあ来いなんでね、もう力抜いたままでいい、気持ちをマインドをさあ来いってして自分を通してご本尊にぶつけていく、でご本尊が勝手にその間をね処理してくれるっていう感覚なんですよ。なるほどね。俺みたいな凡夫にはね倒せないほどの強い間が来たりするわけです。
その時にご本尊にぶつけていく。これ、うんご本尊にぶつけるっていうのがバチ当たるんじゃないかみたいなことを思う人が多いかもしれんけど、いや、本来そのためにご本尊って表されてるんで、うん全部受け止めてくれるんで、そうね。もう甘えていけばいいんですよ。で、指導もあります。虎先生とか池田先生の題目をする時の心構えとして、うん親に甘えていくような感じで題目する、ああすればいんだないるほどね。全部受け止めてくれると。わかるかもそれ。それこそさっき言ってた問答ってその親に対してはこれってどうなのああなのって昔聞きまくってたもんね。ああああなんかそれの延長線なのかなっていうのを今ピーンとつながったな。どうなんだろう、甘えてんのか。ご本尊に聞いてるって感じなんでしょうね、きっと。そうまああえて擬人化してみたいな、いうんや、そういう題目もいいと思いますね。そんな感じなのかなって今聞いてて思いました。ああなんか興味深いですよね、こうやって題目の時にうんどういうことを考えてるのかってことをあんまりうんここまで語り合うことってなかなかないと思うんで、学会員同士でも。そうね。だからそういうのを踏まえた上で考えて題目することもいい、大事、考えなくてもっていうか身を任す題目、何も考えない、これもいい。そうね。みんなでやるのもいいし、みんなでやるのもいい一人でコンコンとやるのもいいし。一人でやるのもいいし、大事なのは間をまとめ抜いてうん戦っていく。的の戦いがなければ関係はないって言われてましたよね。ああただリラックスするだけの瞑想だと歓喜は得られないと。得られない気絶することとパワーナップか、それはまた別さね。それもそれで役立つ段階もあったりする。だからうまく使っていけばいいし、それもまた違うとかいう話じゃないから。でも我々の目指すところ大歓喜の境界なんで、それは瞬間瞬間に出てくる馬と戦うと、戦い切った時にとんでもない惨々たる気持ちになるんでしょうね。ね、脳みその筋トレみたいだね。まさにそんな感じのイメージ、俺は筋トレです。筋トレだ。筋トレだけど力入れるんじゃないけどね、力抜くと勝手になんか近づいていく。思考したり何も考えなかったり、脳トレね。そうね、なるべく複雑なこと考えないでもとにかくご本尊に身を任すって、湧いてきたものをそのまま受け入れて、仏界だろうが魔だろうがもうとにかく全部さあ来いっていうリラックスした気持ちで題目をしてみてください。はい今日はこんなところで、はい、あとねおつまと